はい、今回はメンズのショートヘアをちょっと切ったので、それの解説動画になります。よっしゃ。先はどうしましょうか。します。今日はですね、前回多分2ヶ月ぐらい前に切ってもらって、その時もまあちょっと切りましたね。切りましたね。で、その時ちょっと短くしようかいいと思います。のを悩んでまして、パーマもいいかなと思ったんですけど、短いのも見てみたいなっていうのはそうだよね。っていうので、どうしようかなっていうのを。パーマも全然悪くなくて、このなんかちょっと金髪が入ってるのが少し懸念ポイントだから、もしやるとしたらここ切っちゃってってなると、少しこう短い状態でやるパーマになるんで、なんかやっぱ色っぽいとか洋風な方のニュアンスだから、なんかやるなら長さがちょっとある時の方がいいのかなって感じがして、なんかそのやったことがないっていうその短いのをねって言ってたのが、なんかそのいいなと思って、それなんかこの上が短い感じのとか、ああいうちょっと本当前言ったようななんかブラピのね写真とか、ああいうのやると結構そのスタイリングの幅とかも今までとちょっと変わるから、この長めで流してる系統とか、こういう前髪がちょっと長さが違って本当に短いとか、立てるとか、下ろすのかとか、そういうものになるから、そういうのを一回自分の髪で見てみると、次にこうやる髪型とかのなんかこう幅が結構増えるようになるんで、その後にじゃあ今度やっぱ長めにしてみようとか言うと、その長めも見え方が変わってきたりするんですよ。やっぱこれはこれでこういういいとこあるなみたいな。だからなんか変えない人って結構変えなかったりとかするじゃないですか、ずーっと。そうですね。だからなんか一つそのやったことがないところをこうやってみるのはいいなと思って。そう思うと僕が多分変えない方なんで。変えない方ですね。そうか。じゃあやってみたいな。絶対似合うと思うから。でなんかこういうスタイリングとかもするってなったらね、ちょっとこうドラムのイメージも変わるかもしれないじゃん。確かにそれやる時のファッションとかもじゃあこれにしてやってみようと。そうするとなんかちょっとこう広がる幅があるんで、なんか面白いかな。まさにその新鮮な感じになるのがいいな。見てこうバリッと固めて、グリースとかで固めてなんかこう叩いてたで勝手に俺はイメージして、頭の中で。じゃあちょっとそっちで行ってみましょうか。ぜひ短くします。なので、結構こう切り込むスタイルになるので、まずはこのウェットカットで粗切りをしちゃうんですけど、こういうちょっと襟足とかもみあげとか、結構細部のディティールは、最初からこうレザーで少し質感を見ながら柔らかく動くように切ってきます。ほぼドライカットでやるのがメインになるので、本当にこうラフに長さだけ切っていくとか、後で重さを抜いていく。そしてこの前をトレンドっていうわけでもないんですけど、毛先の重さとかは少し重ためだったりもするので、メンズスタイルとかでも軽くした毛先を最後もう一回ブラントで重さを作ったりもしてますね。
すきばさみももう使って量は1回ラフに取っちゃう。すきばさみの時はデザインはしてない感じなんですよね。ただその物質としてのその量をただ取ってるだけ。手先の不揃いな部分をちょっとこう出して、いわゆるこうセームレイヤーっていう大体全部をこう同じ角度で引き出して同じ長さにしてるんですけど、このウェットカットの時点で、骨格がね人それぞれみんなこう違うんで、へこんでる部分出てる部分違うんで、そこは微妙に長さは変えてますね。それはスタイルで切るっていうよりは人によって変えてるっていう感じで、これがドライカットですね、スライドカット。だからこういうショートとかもその本当にちょっとしたことで変わるんですよね。なんかこことかもこの上がこんな短いのに対して耳とかこうやってかけてるじゃないですか、これも悪さが出るポイントなんですよ。これをきっちりこうやって出しちゃうとやっぱりこうなんかお利口になっちゃう。もう本当に爽やかさの方になっちゃうから、いわゆる規則とかでよくありがちなもの、耳出してかかってちゃダメとか、襟足もちょっとこうあるとかになると、その違うんですよ、組み合わせてくるのが。だからできるだけすきばさみの質感で終わらないように切ってます。最後はスライドカットでちょこまか切るカットなんですけど、その質感が残るようにして、すきばさみで切ったバーっていう粗いすきをこのドライカットスライドカットで取ってる感じですかね。この僕のちまちまカットででもこの手数が多ければ多いほど無造作は全然違います。繊細になるから、なんか詰まったね、重さが詰まった状態とはもう完全に変わったから、もうドライな状態でもこの硬い紙なのになんかもう無造作に見えるでしょ。これで一回触ってみて、久々の気持ちよさだと思うよこれ。これやばいっすね。おおないでしょ。ないっすね。でここでちょっと一回濡らして今こうやっぱりシャープに毛先が尖ってる部分もあるんで、やっぱどっかちょっとでもそういうツンツン感がなく外人さんっぽいようなぶつ切りっぽさがある方がかっこいいなと思うんで、最後にこのウエットにしてそれを出すっていうチップシート。それをやっぱちょっと落としたいんだよね。そうだからドライカットの時点でもう最後ブラントを手先にちょっと入れる程で軽くウしてエットドライウエットってちょっと多めにスライドを入れて、わざとまた一回手先に重さを出す。そうするとブラントの太い束で手先が残っても奥が軽くなってるのでめちゃくちゃ動きが出るんですね。ハンドのスタイルで硬い紙質の人ほど重さが残ってるとやっぱ無理があるんで、いくらスタイリング剤つけてもやっぱり服の印象も変わりますもんね。
変わる。マジで。だなんかでもこの感じでいいのよ。で、なんか黒いサングラスとかしてほしいね。これでゴリッとこうセットしたら、一回だからハードなやつをねやった方がいいと思うんで、もうこのグリース、よくあるグリース、これこれ使うとすげえみんなにでけえ言われる。確かにでかいっすね。これをこうやって取る。なんかハンドボールの人が松屋みたいな。こうじゃない。3本の手で取る。なんかハードなセットの場合は髪が短ければ短いほどスタイリング剤は多めです。多めなんですね。こういう長い人の場合は全部についてたらおかしいじゃないですか。でもショートって全部についてた方がいいんですよ。一回も爆発させちゃったんですよ。てかつきますね、やっぱ短いと。でポイントなのはこのね右回りの毛にも全部つける。ここのセットがもうなんだろう、ほぼ前髪と同じぐらい大事。サイドっすね。そう結構わざと暴れさせちゃっていいと思う。こうやって全部につけてそれなりにグワッてこうついてるじゃないですか。で押さえたいところを押さえてください。めちゃめちゃいいっすね。もう頭のマッサージみたいな感じ。ちゃんとやれよ。でまあなんかこっちの方はちょっと垂らしといて真ん中上げとくとか、まあそういうのはなんかどっちでもねいいし。で結構このせっかくこういうところが残ってるわけだから、こういうところをわざと動かしちゃってるんですよ。結構みんなこう短い時こういうふうにやったらここら辺もこうタイトにするんですけど、わざとここを暴れさせたい人ってで顔周りをちょっとこう、タイトめにスイングしてもいいかもしれない。なんかほんとセットありきっぽいような感じですけど、これってこのベースのこのカットが入ってないとなぜないやつだ。合うでしょ。だって絶対合うと思う。おい。めちゃくちゃいいっすね。わざとこう襟足ある感じとかが、なんかこういうのってありそうでなくない？なんかもう本当感じ的には自分で髪の毛も引きちぎったんじゃねえかみたいなその無造作っていうかだからこの短いんだけど結局こうなんか流れはできてるんですよ、こうやって硬いまっすぐな毛なのに、だからこうやって上がちょっとツンツンさせててもツンツンしちゃってるっていうふうには見えないよね。させてるって感じに見えるから、でこのもみあげとかみたいなこういう筆先みたいにこう消えていくような感じの部分があると、なんか柔らかい感じに見えるから、いやすごいですよ。そしてこの鏡汚っ
なのでこれショートなんですけど、少しこうウルフみを含ませてるんですよね。襟足とかもみあげのあたりの長さが実は目立ってるから、下がタイトなショートに見えないというか。だから前回あれじゃないですか、この提案してもらって、正直ビビってた部分あったんですよね。そうだよね。でも実際やってもらって確かにめちゃくちゃいいっすね。はい。よかった。すごい。ありがとうございます。いやいや、かっこよくしていただいて。うん。